新侍伝刃監督の蓮井です。新侍伝刃キャラクターデザイン創作画監督の亀田義道です。新侍伝刃アニメーションプロデューサーの岡田です。アクションに関しては、いかんせん原作の絵がもう動いてるっていう印象がすごくある原作になりますんで、そのスピード感だったりとか、迫力っていうのをまず損なわないようにちゃんと下地に敷いた上で、アニメのロジックにはめて動かしていこうっていうのが土台ですかね。舞台を現代にしたりだったりとかリアリティっていう部分が世界観としてあるわけですけど、アクションも序盤は結構地に足ついた展開が多いので、そこに関しては飛ばしすぎないようにというか、ちゃんと剣と剣がぶつかり合って剣撃するっていうところを見せたかったので、コンセプトとして亀田さんとその企画が始まる前に話した内容ですけど、3D を使いたいと言いましたね。立体的にアクションを、この作品はできるだけやってみましょうっていうのはありました。確かに舞台を立体的に使うっていう意識を持ってアクションパートは取り組むっていう、 3D で街作ってハトバスも 3D で作って、その上でセル合わせて123話あたりを土台にして地に足ついた作画して、でもだんだんこう空中戦にもなっていくしみたいな。そう、雷神剣持っちゃうともうスパーク出まくっちゃうので差をつけないといけないので、123話ではなるべくこう派手ではあるけど抑え気味っていうところで、でもちゃんと動画枚数とかも結構いって、リッチな感じにはなってますね。リッチな感じで丁寧に作っていて、でも後半にかけてどんどんそのダイナミックさにはなっていくけど、枚数とかも結構使わせていただいてやってますよね。でも基本的には絵コンテに書いてあるものを映像に仕上げていってもらうっていうのは普通と変わらないですね。ただすごく剣撃アクションってなると、じゃあコンテで書き示そうと思ってもじゃあ何個も書けばいいんだってぐらいの段取りがすごく細かいんで、場合によっては剣撃シーンとかは何秒ぐらいでこういった内容をお願いしたいですって言って絵的なところを投げさせてもらうことがありましたね。でもそれはなんで2割ぐらいで、8割ぐらいは普通にコンテである程度決め込んでって感じ。コンテからまるっと加わったっていうのは11話が顕著ですね。11話の鬼丸刃の最後の方の光の中の空中戦っていうのはやってもらってますね。アニメーター参加あったんですよね、要望が。そうですね、このシーンこの内容、2人がこうやって剣撃するんであればもっとこれぐらいやっちゃっていいですかっていう話をもらって、いいですよってことで、そしたらもうコンテまで書いてくれて、で通常、その何だ3倍4倍ぐらいになったかな、膨らんでましたそうですね、2分ぐらい戦ってると思うんでそういう、ワンシーンをちょっと書き直してくれたというかアレンジしてくれたって感じですね。でも11話もね、ちゃんとインフレしすぎないような感じで瓦礫の上をジャンプするみたいな、空飛んで戦ってるように見えるけど、一応瓦礫の上を渡って戦うっていうね。そうですね、見えなくなっちゃう戦闘っていうのをなんであんまりやらないようにしたかったっていうのもあって、なんかこう瞬間移動がずっと連発するみたいな、でも振ってる剣とかも全部お化けで見えないみたいなのはちょっとこの作品ではまだやりたくないなって感じだったんで、そこがちゃんとガチンとぶつかるようなやり方でありつつ、それ大変なんですけどね、大変なやり方をちゃんと長尺でアクションとしてやっていただいたっていうのが11話でしたね。それはもう1話ですね。亀田さんが作家監督でやってますけど、いや僕びっくりしたのがアニメーターさんとかの方に行った時にだんだんこうアレンジされていって、ちょっとずつ変わっていく、絵コンテもあくまでオーラフなんで、そこからこう変わっていくのは必然なんですけど、でも1話に関しては亀田さんもすごくこのコンテを大事にというか
自分がコンテレビをしてた印象をちゃんとそのまま画面に組み立てていただいたっていう実感がすごいあった話数だったんで、未だにそう思いますね。はい、この作品土台にその 3D 版をちゃんとこう用意してもらってるんですね。その存在が確定した段階でどこかでその 3D をよりこうメインに据えた内容をどっかでやりたいなっていうのがあった上で16話っていうのがお城とでっかくなった大仏が戦うっていうのがあって、大仏だったら 3D で造形作れるんじゃないかって相談したらやれますって言ってくれたんで、じゃあもうこれは 3D バトルにしようって言って16話に関してはスタートして、相当早めからモデリング作業入ってもらって、大阪城と大仏の 3D をひたすらモデリングしてもらってチェックしてる。逆にこっちも分かってないことをいいことにちょっと無茶ぶりしてみたりとかして、もっとこうできないですかみたいなそういうものの結果16話は引き上がった部分もあるのかもしれないですね。ただ大仏の質感が良かったですね。非常にテクスチャーっていうんですかね。それも結構ギリギリまで粘ってましたよね。結構ディテール、自分がここまででってお二人に伝えた気がしますスケジュール感としてここにないともうまずいですよってあんま自分出ないようにしてるんですけど、それを伝えた気がします。ずっとやってましたもんね。はいそろそろ止められなかったらずっとラッシュでくる。そうですね、ちゃんと設定を設けてっていうところじゃないですか。確かにエフェクト設定を作りましたね。そうですね。刃の能力だったりとか、そういうところで発動されるエフェクトは増田さんに設定を書いてもらって、でその魅力的なエフェクトで彩っていこうという感じでやってますね。今回弾の力を使うんで、多分色を決めるのにも多分結構苦労するだろうってことで、設定あった方が色決めもスムーズかなというのもあって、増田さんにエフェクトを書いてもらいましたね。なんでキャラクターだと思いますね。この作品においてはもうエフェクトはキャラクターぐらいの頻度でずっと寄り添うものなので、そんな感じの捉え方やってますね。まず撮影さんと打ち合わせした時にまず T 光の種類を作ってもらいましたね。T 光つっても光るだけじゃなくて、それこそ昔のアニメみたいにちょっとギラギラした T 光だったり、いろんななんかにじんだような光り方の T 光だったりとかをいろいろ自分なりに欲しいものをこうなんていうんですかね、撮影さんに見して、それをちょっと再現するみたいな感じでテストを最初やりましたね。亀田さんって90年代のアニメリスペクトすごいので、なんかそういう作品をいっぱい並べてそうですね。セル調といいますか、昔ながらの雰囲気も出しつつ、刃にもすごく合ってる感じでもあって、でも新しさも入れてっていうところを追求されてる感じはありましたね。やっぱり龍神剣を手にしたことによっての空中戦ができるようになったっていうのが、23話は特にその空間、海の上でのバトル広がりが使えるようになったっていうのは大きいかもしれないですね。それまでは弾の力で炎を使うか雷使うか水使うか、そのぐらいだったのがもうヒュンヒュン飛び回れるっていう。弾の力をもう全部使ってアクションしたいですって言って頑張ってもらいましたもんね。あれそうですね。氷とか水とか全部使いましたね。そうですね。その辺を盛り上げてもらった記憶がありますね。龍神剣っていう剣の力をふんだんに使って鬼丸と戦うっていう。鬼丸は風神剣一本で
はい、風の力というかすごいですよね、はい、あれだけです、ね、刃はもう龍神剣で7つの弾使ってバトルしてる、鬼丸は一人風神剣、風の力だけそうなんですよ戦ってる。竜巻切りとね、風神派だけですもんね。必殺技があるんで、まあ風神派。まあ、舐め物がないっていうのはちょっとレイアウト取りづらいなっていうのはまあありますけどね、まあ、ただ逆に言うと描くものが絞られるんで、まあ、集中しやすいっていうメリットは一つ、まあ、アクションしやすいというか、まあ、剣撃に関してはそこがまあメリットになったのかなって感じですね。かぐやの竹戦艦も来るんで、あの辺の 3D 感の雲から出てくる感じというか、そうですね、あの辺とかももしかしたらそのスケール感に23話見た時のスケール感につながっているのかもしれないですね。なんで地味に竹戦艦云々のリテイクよりもの周りの雲に対するリテイクの方が多いみたいなことがよくありますね。やっぱスケールを大事にしようと考えると、 その辺の対比物にものすごくなんか気になっちゃうというか、いや竹戦艦もうちょっとでかいんですとか、雲こんななんかもうちょっとなんかこう高さが欲しいですとか、なんかいろいろやってましたよね。そらそらどうした。そなたが受け継いだ龍神パワーとはその程度のものか。ふさわしい女だけを選ぶのも苦労するな。1期目で活躍していただいたアニメーターさんが何人かその根底を1話数まるっと書いてくれるっていうことが何本かありまして、実際映像になった時も一味違うんじゃないかなと思われます。そうですね、やっぱもう今度は龍神剣がメインになってくるので、刃のアクションも非常にこうなんていうか空中戦も増え、結構1期とは全然違うアクションの方向で結構アニメーターさんたちが書いてくれて、どちらかというとはっちゃけてますね。はっちゃけてる方向で非常に見てて楽しいですね。なんか自分が今やってる話数も非常に空中戦が多くて、まあ、空中戦ばっかりではないんですけど、空中戦だともうアニメーターさんがもうあれしたいこれしたいっつって根底にないことがすごい盛り込まれてて、思い切りがよくて非常に楽しいですね。ちょっと自由度が増えた感じがしていいですね。その空中戦をして、あと弾の力をこう使えるっていうのが、まあ、ある程度漫画に準拠した流れではあるんですけど、まあ、その辺のなんか盛り具合が一期よりは派手になってるなという印象でしたね。そうですね、なんか一期のメンバーの人たちが継続してやっていただいたり、一期を見た人たちが、2期やりたいっていう形で入ってくださって、でさっき亀田さんがおっしゃったように、そのなんか遊びもどのぐらい遊べるのかもなんとなく一期で分かってるからこそ、なんかすごい盛られてきてくださっていて、ありがたいことになんかこの元気なフィルムになってるので、そこが見どころでもあり、まあ、1話に対してやっぱ枚数が結構1万枚毎回超えてるっていう、まあ、やっぱかぐや編ってどうしてもずっと戦ってたり、漫画見てもずっと結構黒ベタで慣れてるとか濃ゆいんですよね。なんでやっぱ濃いシーンが多いかなと思うので、なんかもういつ見ても濃いんじゃないかなと思っておりますので、よかったら見てください。刃2期かぐや編お楽しみに。